皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。少し前の動画で各アルバムや EP シングルについてつぶやかせていただきましたが、About Us が抜けているとのコメントをいただきまして、その反省の意味も込めて今回は About Us についての個人的感想をつぶやいてみたいと思います。About Us は CD がリリースされたわけではなく、2021年2月4日に配信限定という形でリリースされ、後でアナログレコード版が出された形ですね。当然どちらも入手しましたが、なぜか抜けてしまっていました。反省しきりです。配信当時のことを思い出すと、2021年1月13日に安心ワールドがリリースされて、その後毎週のように安心ワールドの MV がリリースされていた状況でした。確かマナーズ、ワーニング、アフターライフときて第4弾目だったと思います。前日にアナウンスがあった時には、次は何の MV かなと思っていたところ、About Usの配信だったというサプライズでした。ベッドの中ですぐに購入して聞いた記憶が蘇ります。その7日後の本来武道館お給仕の日だった2021年2月11日に行われたオンラインお給仕で初披露されました。では曲についての感想です。イントロはコーラスとアコースティックの優しい音で始まりますが、ボカロみたいな同期音源が入って、これがなかなかいい味付けになっています。で、1A になってサイちゃんの歌が始まりますが、もういきなり胸にグッとくる感じのメロディーラインで、最初に聴いた時に、ああ、こういう感じの曲なんだな、いい感じと思った記憶があります。それで 1A 終わりの小鳩さんのあー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 ってコーラスがめっちゃ良くて 1B に入りますが、もう歌詞が明らかに自粛期間で会えなかったけどやっと会えたね的な流れだと分かって、最初から泣きそうになりましたね。1A、1B では、たとえ遠く離れていてもとか、明日が見えない不安に溺れていって何もできない不甲斐なくってただ切に願う日常という感じで悶々としているところが歌われます。それでしっとりと歌っているのですが、バックでのミンチョのリフとかミサさんのベースが結構激しく動いているのに優しいというか、バンドメイドらしい感じを受けます。ちなみにミサさんは指弾きですよね。指もピックもスラップもできるって何気にすごいなと思ってしまいます。それで1サビなのか 1B 最後なのか微妙ですが、一人じゃないっていう歌詞でベッドの中で涙ぐんでしまいましたね。1サビ最後はただいま待っててねで、本来なら武道館でただいまって言いたかったんだろうなと思うと余計に切なくなってしまいます。2A、2B はたとえ今は会えない日々でもとか、叫びは思うばかりでも動けなくってという感じから、花は咲きまた生まれるよとか、新しい夜明けへという感じで少し前向きな表現に変わります。それで2サビ最後はおかえりじゃあまたねです。これも武道館でこっちに対して言ってくれようとした言葉ですよね。武道館にいる状況を思い浮かべてしまいました。それで C メロになりますが、世界の隅で夢を見るよと I will write your life up with my voiceで晩目さんからのメッセージが心に染みます。あと、嫌でも出会い別れ繰り返し心が叫ぶと歌われますが、これって今ここにいる人たちがいるということが重要なんだよっていうことなのかなと思いました。違うかもですが。最後のセクションになって 3B になりますが、ここではただ前へただただ前へとか、暗闇に笑顔を灯そうこの青い世界という感じで未来に向けて進もうという意志が力強く響きます。それで 3B 最後が大丈夫ほらみんないる一人じゃないです。お給仕の MV ではここでのサイちゃんの笑顔が反則的で、もう絶対泣かせに来てますよね。最後がありがとうこれからもで終わります。これはどちらからもの思いですよね。うまいなと思いました。本来であれば武道館でサプライズとしてお披露目する予定だったとのことで、確かにこれを武道館でいきなり聞いたら感動というか感涙ものだったと思うのですが、そうならなかったということでさらに違う角度での思いが募ります。
CD としてシングルリリースされなかったのも、この曲に対する思いというか、何か意味があるような気がします。それが何なのかは分かりませんが、特別な曲なのかなと思っています。はい。ということで、About Us についての個人的感想でした。今回は以上です。それではまた次回。